かということでございます。ということで、本日の食材がこちら。満潮っていうことでね、それではこちらをさばいていく。はい、改めまして、本日の食材がこちら。満潮っていうことでね、こちら、マンボウの蝶でございます。で、満潮って別にふざけて言ってるわけじゃなくて、マンボウの蝶を満潮って言って、珍味なんですよ。で、今日は新鮮取れたてなマンボウの蝶が入りました。もうこれはね、食べるしかないなということで、今日はこちらの満潮を使って、焼肉パーティー的なことをしたいなと思います。話に聞くと、ホルモンのような、ミノのような、ちょっと変わった食感があるみたいなので、味噌だれと、あと塩だれとで味付けして食べていきたいと思います。で、これは肝です。で、これマンボウの肝はちょっと怖いので食べません。で、知らん魚の肝は絶対食べちゃダメ。肝とか内臓に毒素とかビタミン A をたくさん含みますんで、体壊したり当たったりすることがありますんでね。すごい膜でこうやって覆われてますね。あん肝みたい。ほら。で、このマンボウの腸はね、寄生虫が結構多いみたいで、その寄生虫とかを取り除いていきます。膜に覆われてて、膜を取ると、本当に人間の腸みたい。人間の腸を見たことないんですけどね。すげえ長いですね。ほら。ほら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 。すげえ複雑に入れ込んでます。すごい匂いがする。ここの付け根のとこが一番太いですね。あ、ほんと柔らかい。結構ね、ほら、簡単に切れますね。スパッて。で、マンボウ自体も、表面は硬かったんですけど、すごい骨とか柔らかかったんですよね。基本的にマンボウは柔らかいですね。やっぱ腸なんで、こうやってゴミが入ってますね。まずこういう膜は全部落として、ほんで一度半分に開きます。よし。で、こうやって開いて、これをきれいに洗っていきます。結構匂いが染みついてそうですね。割と下処理が大変な食材かもしれません、これ。まずはこの膜をできるだけ剥がして、これですね。多分これは食感が悪いと思いますんでね。それにこの膜の周りに、なんかブツブツした寄生虫みたいなのついてますんでね。これはできるだけ取ります。で、これ一番太いところですね。付け根のところ。で、今回のマンボウは20キロぐらいのマンボウだったんですけど、それでも小さい方ですよ。マンボウは大きくなると100キロ、200キロ持っていくんじゃないかなっていうぐらい大きくなりますからね。これ綺麗ですね。僕、ホルモンの仕込みとかもあんましたことなくて、どうしたらいいんだろう。とりあえず塩で揉みまくればいいのかな。今日はちょっと探り探りでやってみますね。うわ、なんか出てきた。これ、うわ、餌だ。なんすかこれ。気持ち悪い、動いてる。寄生虫だ。ちょっとこれなんすかこれ。ほら。何これ。これなんか餌かなと思ったんですけど、寄生虫です。ナメクジみたいな。動いてますね。見てくださいこれ。めっちゃ動いてる。この小さいやつ。初めて見たな。なんかこれ釣り餌にしたらカサゴとか普通に釣れそう。いや、ちょっと嫌かな、俺は。これ見ちゃうと。ちょっと抵抗あるな。ちょっと寄生虫が入ってたとこはあまり食べたくないので、こんだけにしておきますね。そしたら、これ塩もみしていきましょう。たっぷりのお塩。これでこれガシガシと揉んでいきます。すごいぬめり、そして臭み出てきますね。内側をきれいに洗わないとダメ。食材に対してこんな表現はあまりしたくないんですけど、匂いは完全に下水道の匂いなんですよね。魚でこの匂い発してるの初めて出会いました。で、揉めば揉むほどその匂いが強くなっていく。ちょっと一回洗いましょうか。一回塩揉みしたらでもだいぶ綺麗になりましたね。ぬめり取れた感じありますね。でもまだ、ちょっと匂いはしますね。意外と表面だけでしたね、匂いがついてるのは。ガシガシと。はい、2回目終わりました。あ、匂いない。これいける。ちょっとで、うわ、ここ癖。この小腸っていうんですか？こっちの広い方は多分大腸じゃないですか。で、これ小腸じゃないですか。この小腸が癖。やめたい自分と YouTuber として食べた方がいいんじゃねえかっていう自分が今葛藤してるな。食べてみよう。ほんで、一度これ冷凍させてください。寄生虫がすごいいるみたいなので、マイナス60度でガッチガチに凍らせます。で、マンボウの腸は冷凍しても味が落ちにくいと言われてますんで、一回これ冷凍をかまします。で、これをカチカチに凍らせていきたいと思います。
はい、では丸1日凍らしました。もうカッチカチですね。これでよっぽど大丈夫でしょう。臭いな、なんか。くせえ、しっかりくせえ。凍らしても。これ解凍したらもう一回塩もみしますか。で、凍らしてる間に調べたんですけど、むにょって出てきた寄生虫、あれ、サナダムシらしいです。で聞いたことあるな、サナダムシって。マンボウの腸には大体あいつがいるみたいです。それより衝撃的だった記事があって、マンボウって40種類ぐらいの寄生虫が生息してるんですって。怖すぎと思って。食べる前に見るべきではない記事を読んでしまいました。じゃあ流水で解凍していきましょう。よし、解凍完了。そしたらもう一度塩を振って最終仕上げ。ぬめりは出てくるな、やっぱり。まあこういうもんなのかな。よし、そしたら食べやすいサイズにはこのぐらい切っていきましょうか。切ってる感じはとても柔らかいですね。豚とか牛のホルモンと比べたらもう全然柔らかい。もう水っぽいと言いますかね、プルプルしてますね。じゃあこっちの大腸かな。こっちの大腸は硬いね。結構シャキシャキしてる。わかりますかね、このシャキって感じ。あんなたくさん作って美味しくないと嫌なんで、こんだけにしときます。じゃあまずは味噌だれから作っていきます。そしたらまず、お味噌。赤でもミックスでもどっちでもいいと思うんですけど、今日はミックスでいきますね。で、お次にコチュジャン。コチュジャンが入るとピリリと辛くて美味しくなりますんでね。コチュジャンも味噌と同じぐらい入れます。で、次にニンニクですね。ニンニクは思ってる倍入れます。で、日本酒で伸ばします。で、みりんもちょこっと入れます。で、お砂糖も入れて甘み付け。で、ごま油もちょっと加えて香り付け。そしたら匂い消しで生姜もすりおろして入れましょう。これもニンニクと同じぐらいの量入れます。こいつがマンボウの臭みを消してくれることを祈る。そしたらこれを混ぜ混ぜします。ちょうどいいとろみですね。で、ここにマンボウの腸を入れます。ポンポンと。この小腸も入れようか。混ぜ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 して、これで味噌漬けの完成。次は塩だれいきましょう。はい、では塩だれはまずごま油がベースとなります。さーっとごま油を入れて、で、お次に塩。お塩このぐらい。もうちょっとか。こんなもん。で、お酒もごま油と同じぐらい入れます。こんなもんですね。で、お次にニンニク。ガツッと。で、塩だれの味の決め手。鶏ガラの素ですね。こんなもん。で、こっちにも匂い消しで生姜をちょっと入れましょうか。生姜とニンニクはセットで入れていきましょう。で、ちょこっとだけお醤油で香りをつけます。ちょんと。そしたらごまを入れて香り付け。で、最後にこちらミックスペッパーでピリピリっとした辛みを追加していけば、美味しい美味しい塩だれの完成。そしたらこの中に漬け込んでいきます。はい、これで2種類のマンボウの腸の味付けの完成。はい、じゃあ完成。いただきます。本当は炭で焼きたかったけど、今日はお手軽、炉端焼きセットでいきます。で、これだけだと寂しいんで、ちょっと変王寺のとこに行って、おすすめの干物を買ってきました。ありがとうございました。干物を買いに行きました。じゃあ、平らがい平らがいい。平らがいく？平らがいっちゃおうかな。新作食べたことないですね。じゃあ、平らがいくわ。これです。これだ。だろう。醤油、こっちが醤油で、こっちが塩か。塩のがいいな。塩のがいいんだ。どっちが好きなんだわ。俺こっちからも食べたことね。じゃあ俺こっち食べる。はい。はい、ありがとう。ありがとうございます。いつものやつやってください。もうごめんなさいね。いつもなんかちょっと変なところで切っちゃって。ごめんなさい。今日ちゃんと使います。すみません。はい。すみません。じゃあ、
こちら、平貝の干物。珍しいですよね、平貝の干物なんて。では焼いていきましょうね。まずはこちら、味噌焼き。これは期待できそうですよ。こっちが大腸で、これが臭かった小腸の方。で、お次は塩だれ。おお、こっちが大腸で、こっちが小腸かな。さすがにタレがいいから匂いもいいね。で、平貝の干物。うまそうです。じゃあこれをじっくりじっくり焼いていきましょう。結構水分が出ますね。はい、では焼けました。塩味噌平貝ですね。まずは塩からいきましょうか。塩のこちら大腸からいただきます。おー、むちゃくちゃうまいんだけど。あ、そうなんだ。うまいんだ。なんだろう、どこかね、鶏に似てますね。プリップリのシャキシャキの鶏肉って感じ。豚さんとか牛さんのホルモンよりかは、ものすごく歯切れがいいです。味もバッチリ。ちょっと濃いめでね。お味噌の方いただきます。こっちはどうかな？いただきます。うわ、うめえ。あ、マンボウって、もしかしたら、身より腸の方が価値があるかもしれない。すごい美味しい。この食感、この味は、マンボウぐらいしかないんじゃないかな。これは唯一無二の食感と味わいだと思いますね。じゃあ次こちら。お匂いが気になった小腸の方。匂いは大丈夫ですね。いただきます。あ、臭くないわ。うまいわ。小腸の方がとても柔らかいですね。で、繊維もとても細くて、歯の間にすごく挟がります。次は味噌漬けの方の小腸。うん。美味しいな。ビールが欲しなるな、これ。でん、ギロのやつ。あるに決まってるじゃないですか。もう今日一日これを楽しみに撮影してましたから。7対3です。いただきます。うめえ。ね、焼肉屋におる気分ですよ。じゃあ次、変おじおすすめの平貝の干物。いただきます。正直に言いますからね。一番うまい。平貝の旨味が凝縮されてますね。生の平貝の旨味がこうだとしたら、こうなってます。で、貝の干物を焼く時の鉄則なんですけど、絶対に焼きすぎないこと。ちょっとレアぐらいでいいんですよ。特に平貝なんかね、しっかり焼いちゃダメ。うまい。ごちそうさまでした。ということで、今日は寄生虫たっぷりのマンボウの腸を使って味噌漬けと塩だれ両方作って焼いて食べてみましたけども、うまかったんだよな。予想をはるかに上回ってきたんだよな。プリンプリンのシャキシャキ感、なんとも言えないですね。お肉のホルモンの独特な香りと油っぽい感じがないので、焼肉屋さんで出てくるホルモンとかがちょっと苦手だよっていう方でも、あれなら好きかもしれませんね。皆さんも鮮度の良いマンボウの腸が入りましたら、やってみてはいかがでしょうか。というわけで今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。